にちは、羽生です。こんばん羽生。フィギエモンです。皆さん、7月9日金曜日から7月11日の日曜日までの3日間、全4公演のドリームオンアイスに6年ぶりに羽生選手が出演することが決まりましたね。やっと来た。もうね、私次に羽生選手が出演もしくは出場するのはどこかってずっと考えてたんですよ。やっぱりで、考え抜いた末に思ったのは、ドリームオンアイスで新ショートプログラムを披露する可能性が濃厚なんじゃないかっていうことだったんですね。羽生結弦ちょっと進化したなってところをここで見せたい。もちろん様々な理由から結果的に違うものを披露する可能性はあるとは思います。ただ、羽生選手の気持ちを考えると、新ショートプログラムを観客の前で披露しておくっていうことがオリンピックに向けて非常に大切な経験となるって思ったんですね。何ができるかな。今の世の中の状況を考えると、通常通り試合に出場できるかどうかまだ分かりません。はい。そうなると、ショーであっても新ショートプログラムを披露して世界中からその反応を得てからのオリンピックシーズンに突入することがベストなシナリオになるって考えるのではないかって思いました。そして先日アップした動画、羽生結弦に心が揺さぶられたすごい瞬間ベスト10が大変ご好評いただいて、本当に私嬉しく思っています。私自身も2020年、21年の剣暴録としての動画のような感じにもなっているので、残しておくと後からね、自分が見返して楽しいかもしれない。そんな気持ちで動画を作りました。そんな流れから今日は少しの間温めていたとっておきの企画、イケ散らかし羽生結弦ベスト10をやっていこうと思います。頑張る。イケ散らかし羽生結弦は心が揺さぶられたすごい瞬間ベスト10で1位だったのですが、その1位をもっと瞬間に区切ってベスト10をやっちゃおうっていうような企画です。私は普段動画編集をしているので、グッときた瞬間を切り取ってリピートしたり、音や音楽をつけたりスローモーションにしたり、そんな動画を作っては密かにね、自分で見て羽生ロスをしのいでたんですね。ずっと必死こえて見てました。で、これを集めたらすごいものが出来上がるかもしれない、そう思ってこのイケ散らかし羽生結弦ベスト10をやることにしました。やっと来たでしょ。このイケ散らかし羽生結弦ベスト10では、イケ散らかしているグッとくる瞬間を切り取ってそこにランキングをつけてしまおうっていうような感じなんですね。で、これをやるのにイケ散らかす瞬間をとにかく厳選したので、この動画を作ろうって思いついてから動画完成までちょっとね、時間がかかってしまいました。疲れた。これからフィギエモンセレクトのイケ散らかし羽生結弦ベスト10をご紹介していきますが、最後に本当に閲覧注意レベルのベスト10を連続でご紹介しますので、どんな瞬間がイケ散らかしていたのかを心して一緒に見ていきましょう。見てみろよ。 OK。 このチャンネルでは羽生結弦選手やフィギュアスケートの話題について発信しています。かわいい羽生結弦、かっこいい羽生結弦、演技の深掘り、グッズ紹介など様々な視点でお話をしています。はい。羽生結弦選手が気になってしょうがないっていう方、フィギュアスケートのいろいろな話題を知りたいっていう方は、ぜひチャンネル登録をしてフィギュアスケートライフを一緒に楽しんでいただければと思います。 OK。 では早速いってみよう。じゃん。イケ散らかし羽生結弦第10位はレッドミーエンターテインユー音ハメラストポーズです。
OK。人々を楽しませたいっていう気持ちで作ったのがレッドミーエンターテイン U。羽生選手は音楽と動きの一体感がとても気持ちいい演技をいつもしてくれているのですが、このラストポーズはある意味羽生選手の調子の良さが測れる場所だったりしました。とにかく乗っている時はこのラストポーズの音ハメが素晴らしいものがあって、見ているだけで気持ちよくなってしまいます。この気持ちいいっていうのがいけ散らかしてるんだなって思ったんですね。そんな気持ちで第10位に選ばせていただきました。 OK。では次のいけ散らかしはじゃん、第9位はレッツゴークレイジーランジ3ターンです。これグッときませんか？はい。こちらも10位と同じく気持ちいい瞬間なんですが、10位の音ハメラストポーズよりも私にとってちょっとグッとする度合いが上なんですね。こうして並べてみるとどんどんテンション上がってきました。いけ散らかし加減がどんどんアップしてきていて、最後まで持つかどうか分かりませんね。ということでどんどん行ってみよう。次のいけ散らかし羽生結弦はどんな瞬間でしょうか。 OK。第8位。レッドミーエンターテイン U いけ散らかし足蹴り祭りです。これ技でも何でもない部分だとは思うんですが、すごくいけ散らかしてるって思いませんか？すいません、めっちゃ。こういう瞬間がランキングに入れられるっていうのも動画ならではだなって思って入れさせていただきました。スローモーションでこのシーンが流れた時、私グッときたんですよね。ありがとうございます。普通に生きてる人間をスローモーションにするとすごい変な顔をねしてたりするっていうことが多いとは思うんですよ。でも羽生選手に至ってはどの瞬間を切り取っても素晴らしく美しくかっこいいですよね。技ではないような場所が素晴らしいっていうのが羽生選手っていうのをちょっとね知ってほしいなと思って、こちらの瞬間を8位にさせていただきました。 OK。では次はどんな瞬間が来るんだろう。いけ散らかし羽生結弦第7位は2021年スターズオンアイスレッツゴークレイジーで羽生結弦がプリンスでしかなかったこの瞬間です。またまたこれはほんの数秒の表情なんですが、この表情は何回もリピートしてみたいなっていうお顔をしていましたよね。こんな表情いつからするようになったんでしょうか。私は知りませんでしたね。 OK。ということで次のいけ散らかしはこんな瞬間です。第6位。いってらっしゃい。2021年スターズオンアイスオープニングの悩ましくリズムを刻む羽生結弦です。いよいよ来ました。
2021年スターズオンアイスブランディングライトの曲に合わせて、どこかの官能小説にでも出てきそうな悩ましすぎる表情を浮かべる羽生結弦選手。選手っていうのがね、ここまで来るともう違和感でしかないですね。選手ってこんな顔しないですからね。すいません、めっちゃ。いえいえ、謝らなくてもいいですよ。これからどんどんこういうのをやってくださいね。本当に？はい、楽しみにしてますね。まあそれはおいおいで。了解です。 OK。 では注目のイケ散らかし羽生結弦第5位は、いってらっしゃい。ブラインディングライトで人差し指でカモンカモンで脳殺羽生結弦です。いやー、もうここまで来ると皆さん息してますか？やばい感じになってきましたよね。ご褒美です。この瞬間をリピートしたくてこのランキングをやっているって言っても過言ではないくらいですね。皆さんが息を飲む姿が目に浮かぶようです。飽きずに見てられるぐらいですね。ですね。そんなに淡々と言われても困ってしまうんですが。 OK。 ってことでこの辺から皆さん心してみないといきなり魂持ってかれちゃいますよ。大丈夫？準備をしたところで次のイケ散らかし羽生結弦、いってらっしゃい。首食いからのじらし官能ダンスです。いやー、この瞬間をなんて表現したらいいのかめちゃくちゃ迷ったんですが、もうこれは官能ダンスの一部としか言えないなって思ったんですね。この辺から閲覧禁止部類に入ってきた気がします皆さん気をつけてくださいね。手を伸ばした時の首の傾き加減、言葉にすると陳腐にはなってしまいますが、素晴らしい角度とタイミングですね。どこで覚えたんでしょうか？ VTR を見て。そうなんだ。それだけでここまでできちゃうのってすごいですね。ありがとうございます。ではここからはイケ散らかし羽生結弦ベスト3に入ります。どんなイケ散らかしが見れるのかなということで、ドキドキの3位は、マイケル・ジャクソンも真っ青、スターズ・オン・アイスオープニングの音ハメ大人の腰振りダンスです。もう皆さん生きてますか？これやっちゃうんだって思いましたね。多分ネットでいろんな動画を見て羽生選手は見よう見まねでこれをマスターしたんじゃないかなと思ったんですよね。私たちを楽しませるためにやってくれてるんだって思うと、もう堪能しないわけにはいかないです。しないです。全く。もったいないな。せっかくかっこいいのに。ご覧ください。 OK。 では忘れられなくなるイケ散らかし羽生結弦第2位は、いってらっしゃい。あなたになら殺されてもいい。色気ムンムン、あなたを射抜くイケ散らかしすぎた羽生結弦にピストルで撃たれた瞬間です。
は心が揺れた瞬間ベスト10でご紹介した瞬間なんですが、もうスローで見ているだけで心が動きすぎて困っちゃいますよね。毎日100回ぐらい打たれたいなっていう衝動に駆られてしまいます。本当に？はい、こんな瞬間よくも作ってくれたなっていうようなくらい度肝を抜かれた瞬間でした。特に顔の表情がすごくいいですよね。なかなかこんな表情できません。スローモーションにしているので隅から隅までぜひ堪能しちゃってくださいね。 OK。 では相当すごいだろうイケ散らかし羽生結弦第1位は、いってらっしゃい。身もだえしながら髪をかき上げるイケ散らかし放題羽生結弦です。もうこの瞬間はやばすぎですよね。羽生選手は自分でこんな表情してるのって分かってるんでしょうかね。どうなんだろう。もうどの瞬間をとってもスターズオンアイスのオープニングはイケ散らかしすぎで6位から1位まで独占っていうね、輝かしい結果になりました。やっぱりショーだと暗闇にスポットライトっていう形なので余計ね雰囲気が出るっていうのがあるのかもしれませんね。ここでせっかくなので10位から1位を連続で動画にしました。音楽は合うかなって思うものをセレクトして流していますのでお楽しみください。 OK。
したでしょうか。楽しかったですか？あなたが思うイケ散らかしベスト10と同じでしたか？こんな瞬間がグッときたけどランキングになかったって思った方はぜひコメントしてみてくださいね。私もイケ散らかし羽生結弦を見逃したくないので教えてください。ということで今日はこの辺で。この動画が良かった、また見たいっていう方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では最後にイケ散らかしプーさんジャージ脱ぎかけからのジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。ひぎえもんでした。さよなら。Came out of